ティーチングプロの竹内恵美子です。今回は、クラブの扱い方、フェースをねどう使っていくかということで手の使い方っていうのをお伝えしたいなと思ってます。室内でできる練習方法としてお役に立てたらいいなと思ってます。室内兼スタジオなんですけれどもね、ここから今日はお伝えしますのでよろしくお願いします。さあ、今日のレッスン始まるよ。ではゴルフですね、クラブを手で持って体を使ってでクラブ道具を加速させてボールを飛ばしていくっていう、主にはあとはそれで最後はパターで寄せたりするんですが、やっぱり一番難しいっていうか、どういうふうに使ったらいいかなっていうのが手だと思うんですよね。で手ってやっぱり器用ですので何でもできる、それがいい時もあるし災いする時もある。でゴルフではそう手を器用な手をどういうふうに使ったらいいかっていうことを今日お話ししたいなと思います。でお家でできるトレーニングというかタオルですね。これはちょっと長いですが、普通の四角いのじゃないちょっと長方形のタオル片方結びます。でもタオル振りですね、よく他の YouTube、とか何でもレッスンで紹介してますが、このタオル振りでタオルを普通に振るのではなくて手の使い方なので、このタオルをですね持ってもらって右回り回すってことですね。右回り左でも右回りで、この時の右回りのお家でね練習する時ちょっとタオルなし体どう使うかということですが、肩甲骨一回手をぐるーんと回してもらって手のひらが自分の前来た時に上向くような感じで、肘の向き上向くような感じでちょっと肘から上安定させます。そして肘から下ですね、指の方この肘から先を回すようなこういうふうな回し方をします。なのでそれをちょっと意識してもらうと、肩を安定させて、そして肘をこういうふうに片手で安定させて持ってもらって肘から先を回す、こういう感じですね。で向きは右回りでお願いします。時計回りこんな感じですね。肘から先が回ってるかなっていうので、良くない例ですね。肘が動きすぎる、安定していない、あるいは、手を使いすぎて、手首だけくね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 、これが良くないですね。肘から先を回します。難しい方はタオルなしで、肘から先を回します。左も一緒です。肩甲骨から背中、ニョキニョキニョキとこの辺からね手が生えてるようなイメージで肩甲骨肩安定させて、肘を反対の手右手で持って左手も肘から先を回すような動き、まずこれを練習してもらってもいいかもしれませんね。そして、その肘から先の手にタオルを持たせて、丸く円が描けるようなスムースな動きをできるようにですね、肘から先回ってますね。はい、まずこれだけ左手右手でやってみると、右手はうまくできるけど左手はガクンガクン円じゃなくて微妙な動きになったりする人もいるので、ちゃんとですね右も左も同じように動けるよっていうふうに。でこの大事なポイントなんですが、このタオル円描いてますよね、空間で。壁に向かって自分の目の前でこういうふうに描くようにしてください。例えばこっち自分が壁の方に向いているのに円はこれって歪んでるの分かりますかね。ここに円がありますよね。そうじゃなくって、前にかけるようにっていうのが大事です。でちょっとドライバーとか飛ばすためにはこの円をちょっとだけ右向きにこういう感じですね。上級者の方とかだとインサイドアウトとか、飛ばす時にはこっちの面で振っていくっていう感覚があるので、
正面の壁ですがちょっと右の壁を向いた方向で円を描く。ここで空間的にこう円ができてるの分かりますかね。軌道の練習にもなりますね。それがこっちで円を描いてしまうと実際突っ込んだ形になるので良くないので、初心者の方は壁に向かって正面で円を描く。でちょっと上級者の方インサイドアウトといったらちょっと右を向けながら円を描くっていう感じですね。腰まっすぐですけど、胸顔ちょっとこっち向けてここで円を描く。そうやって円のねこの面の、向きというか面がこう空間で作っているところを意識して練習してみると、実際のこうスイング軌道にねすごく役立ちます。これが1つ目です。次2つ目いきます。手首、よくコックって言いますよね。コックでこの、手首から、手首を曲げてこなければいけないこのコックを使うということでもうすっごい手に力が入ってガチガチになって手首がね硬くなってしまう、っていう方が多いんですが、そうなるとやはりこの後スイングクラブを振っていくということがすごいやりにくくなります。でクラブはこういうふうにつまんでもらうとつまんで、自分がちょっとこう足踏みするように右左右左右左ってこういうふうに足踏みすると揺れてきます。で揺れてくるところをちょっとつまんどいてもらうとこういうふうにさっき言ってたヘッドが上がってくるわけですよね。上がってくる。これってさっきのコックと同じですよね。自分の腕に対してシャフトが上がってくる。こういう角度ができるわけです。で、これぐらい楽な形で上げてほしいですね。それをここから自分の力で角度を作ってここではもっと角度を作ってみたいにやるともう硬くて振れないので、基本的にはこれをつまんで自分が右左右左こうやって歩くと揺れ出すので、これを利用すると構えました。家の中なのであまり振れません。短く持って結構です。そしてちょっと揺れ出すとクラブが、ぴょこんと上がってきます。これを利用するっていうぐらいだからすごい緩く持ちます。これをコックに生かしていきます。でその自然にねじゃあコックをするためのトンカチこんなんおもちゃにねありますが、トンカチでポン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 左もポン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 こうやって手首のトン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 こういうお家で奥様ならば包丁でコン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 左包丁しませんが包丁でこう刻むようなあるいはトンカチでトン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 子供さんやったらもぐらたたきですねポン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 こういう動きを、手首でやると結構今の動きが自然にこう入りやすいです。で、このコックっていうのは実際はすごくちょっと難しくて親指の方だけに上げるんじゃなくて右手はこの甲側ね背屈と言いますが、ちょっと上級者の人とかよくやってる背屈とか左手は手首の方手のひらの方ですね小屈とかねいう動きがないと、実際フェースは開いてくるので、難しいちょっと一言では言いにくいんですが簡単に言うと、コックを作る時にあまり力ずくでこういうふうに、フェースをね持ってこないように、これを利用しながらフェースが開きすぎないように上げていきたい。そのためにはこのトンカチのような動きをやります。でこの本をね、お持ちの方は124ページまたね後でちょっと概要欄に興味のある方は貼って説明しますがここにそのことが書いてます。トンカチないよって方多いと思うのでクラブは逆さに持ちます。お家の中ですからあんまり、ヘッドの方を持ってもらってグリップが自分の前になるようにします。そして今トンカチでやったようにトン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 軽い方でね軽い方でやります。こっち重たいので、重たい方じゃなくて軽い方グリップの方でトン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 縦に動くように。で、お家の椅子なんかですねこの椅子の背のところに手をこうやって置いていただいてそしてグリップこういうふうに、なんかこういう感じで例えばこれ机の面としたらちょっとイメージしてほしいんですけど机に手を置いた状態でトン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 とこういう動きをちょっと練習してほしいんですね。ここにクラブ持たせました。トン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 めちゃくちゃ地味ですけどここからヘッドをぴょん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 上げるこっちもそうですね、ここに手を置きましたこういうふうな動きですね、軽い方ぴょこ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 上げるそうすると
ここを安定させてこの、手のここですね、小指側の手首を安定させてぴょこぴょこ上げる。これが意外と、うまく安定させた感覚で上げられないっていう人が多いので、お家の中ではこういう、ちょっと安定感を分かるためには、椅子のへりとかに手を置いてトン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 軽くやるっていうですね。これをやると構えた時、ここにこの椅子のこれがあるって感覚です。感覚的にね。だからグリップをすぐ上げるんじゃなくてヘッドから上がるよって感じですね。ヘッドから上がる。ここは自然に上がる。これ指導のところです。はい、ヘッドの方をこういうふうに持ったらちょっと重いですけど、グリップをすぐ持ち上げるんじゃなくて、割とちょっと初心者の方に方とか多いんですけどね、そうじゃなくってヘッドから楽に上がると。グリップの位置はあんまり変わってないのに上がってないのにヘッドからこう上がり出しますよっていうその、この縦の動きですね。それが2番目になります。そして3番目ですね。3番目は、ちょっと難しいですがフェースローテーションのことですね。フェースローテーション、私はよく生徒さんに分かるようにこういううちわどこにでもある、今最近ないかな、お家にねうちわを使って赤と緑面をね分かるようにしてます。でこれは一般的にどこでも売ってるグリップのモデルグリップっていうこう握り方を書いたグリップね、これにもう貼り付けてますが、これ自作なんであまり綺麗じゃないですが、フェースの方を赤にしてます。で後ろの方ね、このクラブのフェースの後ろの方を緑にしてます。色分けしてね。で赤が見えるとフェースが開いていると、緑が見えるとフェースが閉じているっていうふうに面のことをちょっと勉強してもらうのにこういうのうちわを使ってます。でこのちょっとうちわクラブを持ったらそのフェースが分かりにくいと思うのでこれで説明します。はい、で左手でこのクラブをねうちわを持ちます。で自分から見て赤が見えてるって言ったら開いてます。で緑が見えるって言ったら閉じてます。開いてます。閉じてます。開いてます。閉じてます。ただこれだけです。これもやはり肘の位置を安定させて開く閉じる開く閉じる、シャフトを回すような動きですね。開く閉じる。で、ボールが右ばっかり行くよっていう人はこれ開いたままこうやって打ってる可能性があるので、スイングの間降りてくる時とかにこうフェースがボールの方地面の方を向きながら閉じてくることでボールはまっすぐ飛ぶ。あるいは、ボールが左ばっかり行くよっていう人はフェースが、左を向いている、ちょっと閉じてるってことなのでもう少しこう閉じてるのをちょっと戻してもいいかもしれない。それはご自身の打つボールにねよって、ちょっと調整必要です。でちょっとお家でできる練習方法の大事なポイント、シャフトを回す。右も一緒です。肘安定させます。はい、そしてフェースが自分の方を向いて赤ですね。これ開いている。で裏向ける閉じる開く閉じる。右手で言ったらご自身の手のひらが自分の方を向いてると開いてる。こうグローブの方が向いてると閉じてるってことです。これも肘からこう先の練習をします。開く閉じる。そうするとシャフトがこっちから見ると回ってるわけですよね。でこれをよくないのは開く閉じる開く閉じる。確かにこれ面変わってるかもしれないけどすごいシャフトが回らずにこういう全然違う動きになってますよね。クラブでいうとちょっと分かるんですが今の開くこっち面ね開くこれまっすぐです。ちょっと地面に置いてたら分かりにくいのでここまっすぐです。これ右向いてますよね。開いてます。まっすぐです。こっち閉じてます。でこの開いた面を閉じるって言ったら今練習していただきたいのはさっきうちわでやってるのは開く閉じる開く閉じる、こういう動きですね。開く閉じる、はい、右手も左手も一緒です。開く閉じる。で右手なんかこの時に肘を安定させないと閉じるのにこういうふうに肩を使って体を使って閉じていったり、あるいは閉じるのにスイング中ねこう下にボールがあるとすると開きました。で閉じるのに今の
方法だとこうやって閉じれますよね。開く閉じる、こうやって閉じれます。でも開いたものを閉じるのにこうやって閉じてしまうと、これは全然違う動きなの分かりますかね。今説明したこういうシャフトを回す開く閉じる練習をしておくと、シャフトの位置を変えないで開いてきたものを閉じることができます。開いて閉じる、こっちの開いて閉じるバージョンを練習してほしいんですね。良くないのは開いて閉じる、これは良くないバージョンですね。いいのは開いて閉じる、開いて閉じる、シャフトを回す練習、こういう練習、シャフトを回す練習っていうのをね、ぜひやってもらって、打つ時には、無意識でですね、無意識でもう回すように回してしまうようにね、それぐらいもうクラブ持ったら回してるわぐらい、それぐらいになっていくとうまくクラブが振っていったら回るようになります。でそれをやらないと開きやすいクラブってね、シャフト軸の右側に重さありますよね。だからこれで離すとフェースは必ず重たい方、こっちへ開こうとします。こっちのシャフト軸の全部重心を右にこっちがね重いんでね、だから開くもんだと思ってそれを、スイングの間ではやっぱり閉じるっていうことをちょっとしないと、いくら打っても開いて開いて、ショットでも、開いて開いて右ばっかりっていう風になるので、特に右ばっかり行ってしまって困ってる方はしっかりフェースを閉じるっていう練習ねしてみてください。今日はお家でできる手の使い方ですね。手は器用ですけれどもうまく使う、回す、それから縦の動き、シャフトを回すっていう3つのね動きについて説明しました。役に立ったな、良かったなっていう方はぜひチャンネル登録、そしていいねボタンをお願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。